皆さんこんにちは。今回なんですけど、タイトルにもあります。ニューヨークタイムズで山口市が2024年行くべき52カ所に日本から唯一、しかも世界3位に選ばれたということで、山口県へとやってきました。この日は日帰り旅行の撮影なので山口市を散策していきますが、過去に山口県の紹介はいくつかしておりまして、かなり素敵な場所も多く、個人的には大好きな場所ですと言っていたので、今回のこのニュースは僕も非常に嬉しかったです。山口県での旅行がきっかけで歌ってみたこちらのシリーズも始まりましたし、今でも最強の秘密基地コモレーヌーアさんでレコーディングをしてもらっているので、何かとご縁の多いそんな場所なんですが、知れば知るほどたくさん魅力があるので、今後山口県の市町村をもっと深掘りしていく企画なんかもありかなと思っています。先ほどの新山口駅から車を走らせて、こちらの善勝寺へとやってきました。動画の冒頭にして若干結論になってしまいますが、山口県は西の京と呼ばれているだけあって、歴史を感じれる建物が非常に多かったです。今回山口市のリサーチをしていて感じたんですが、風情ある街並みや建物だけでなく、おしゃれなカフェなんかもかなり多かったので、そこも山口市の魅力の一つかなと思いました。カフェだけではなく、僕は海鮮が大好きなんですが、山口県の海鮮はかなり美味しいです。前にも動画で紹介した名物の瓦そばも美味しいですし、食べ物が美味しいというのも旅行ではかなり重要なポイントなので、そういった意味でも山口県かなりおすすめです。ということで時間もいい感じなので、これからこちらのお店でお昼ご飯を食べたいと思います。今回はインスタ映え間違いなしの絶品グルメが堪能できるこちらのお店へとやってきました。店内はかなり高級感があって、ランチでこんなところに行っていいのかなと、そう思ってしまうほど素敵な空間でした。お部屋は半個室タイプとなっていて、タブレットで注文する形となっていました。金のトングってだけでかなり高級感を感じれますよね。今回先輩と2人で旅行に行ったんですが、先輩がこちらの焼肉ランチを注文しました。今回一緒に旅行へ行った先輩なんですけど、普段から美味しいものを食べるのが好きな先輩で、食べ物には結構口うるさいんですが、その先輩もかなり満足していたので、味は間違いないと思います。僕は YouTube に載せるということもあって、一番映像映えしそうなこぼれいくらユッケ重というこちらの商品を注文したんですが、見てください、この輝き。こうして見返しただけでもよだれが垂れそうなくらいです。いくらはかなり弾力が強くて、食感も味も最高でしたし、お肉も柔らかくて赤身なので脂もくどくなく、最初の一口目から最後まで非常に美味しくいただくことができました。先ほどの龍のすみかさんなんですけど、山口市の湯田温泉にあるので、ぜひ皆さんも観光と合わせて行かれてみてください。湯田温泉にあるということで、この辺りは温泉地帯となっているので、少し道を歩けばこのように足湯なんかもあります。寒い日や観光で足が疲れた時のちょっとした休憩にはこの足湯はたまりません。せっかくなら温泉に入りたいけど時間がない方なんかにもおすすめなので、ぜひ立ち寄ってみてください。美味しいお昼ご飯も食べて、足湯にも使って、次の目的地までまた少し車を走らせてきました。普段は各都道府県のさまざまな場所を巡ったりしているので、移動が長かったりするんですが、今回は山口県の中でも山口市だけにスポットを絞って
散策しているので、移動時間も非常に短くて助かりました。今紹介している観光スポットも含めて、ここ山口市の観光名所は割と近い場所に位置しているので、車を使えば移動時間も短く観光できて、そこも魅力の一つかなと思います。冒頭でも映っていた新山口駅に行った時の話なんですが、次の場所へ移動しようかなと思っていたら、何やら人だかりができていたので行ってみると、山口県のフリータレント金藤のぞみさんがラジオの収録をしていました。嬉しすぎてインスタグラムの方には撮影日にストーリーズで載せたんですけど、前からファンだったのでガラス越しですけど実際にお目にかかれてめちゃくちゃ嬉しかったですね。顔ももちろんお綺麗なんですけど、笑顔とか愛嬌がすごく素敵な方なので、前に一度テレビで見た時からファンになりました。しかも外から見てて目があったので手を振ったらめちゃくちゃ笑顔で手を振り返してくれたので、もう大満足で、ぶっちゃけて言うと今回の旅行で一番思い出に残ってますね。冒頭でも少し触れましたけど、今後山口県の各市町村を深掘りしていく企画なんかも今検討中なので、またお目にかかれるといいなと思っています。つい興奮して話が脱線してしまいましたが、こんな感じで当初は予定していないことも今回のようにいいこと、あるいはトラブルなんかも含めて旅行中には予定外のことも起きます。ただこういった場合でも山口市だと観光スポットが割と密集しているので、時間を気にせず楽しむことができます。ということで、今は山口市の中でも一番有名と言っても過言ではないここ瑠璃光寺へと来ているんですが、残念ながら来年の11月頃まで令和の大改修工事が行われているので、国宝にもなっている瑠璃光寺五重塔を見ることはできません。ただし3月末までは逆にこの工事中でしか楽しめないプロジェクションマッピングがあるので、この後動画の最後でそちらもお見せします。あとこれは地元の方に聞いたお話なんですが、先ほど映像に映っていたように工事中ということで、今は完全に五重塔は見えないようになっているんですけど、今後周りの囲いが透明になるみたいで、工事中でも見えるようになるみたいですね。どんな感じになるかは僕もよく分かりませんけど、工事中でも様々な楽しみを提供してくださるのはすごくありがたいですよね。次の場所へと今移動しているんですが、数年前山口県に来た時になんと瑠璃光寺五重塔を奇跡的に撮影していたので、最後にこちらの写真をお見せします。夜のプロジェクションマッピングは後ほどということで、ニューヨークタイムズの記事に実際に掲載されていた場所がおそらくここだと思うのでやってきました。間違いないと思うんですけど、掲載されている写真が紅葉シーズンということで秋なので、今は景色が随分違います。なのでもし視聴者の方で正解か不正解か分かる方いらっしゃいましたらコメントで教えてください。ニューヨークタイムズに掲載されていた写真が紅葉シーズンだったと話したんですが、この木はおそらく紅葉だろうなという場所がかなりたくさんあったので、秋の山口市はより一層魅力的なんじゃないかなと思いました。昨年の紅葉シーズンは僕は京都の清水寺や平等院鳳凰堂へ旅行へ行き YouTube でも紹介しましたが、紅葉は色づき具合がなかなか読めないのと期間が短いので、たくさんの場所に行くのは正直難しいです。僕の推測が合っていればですけど、ここ山口市はたくさんの場所で綺麗な紅葉が見られそうだったので、貴重な紅葉シーズンですけど今年は
西の京とも呼ばれている山口県へ旅行へ行かれてみるのもかなりありだと思います。はい、ウニではなくて雪舟亭ということで、水墨画で有名な方ですかね。ちょっと僕の通ってた学校では習ってないんですけど、こちら雪舟亭へとやってきました。日本でも屈指の名園ということでやってきたんですが、西の京と呼ばれているだけあって、本当に京都と同じような雰囲気を感じることができます。実際にここに来た時に隣で観光されていた夫婦の旦那さんも京都じゃのうとおっしゃっていました。京都には僕も何回も遊びに行っていますが、京都はとんでもない人で今溢れ返っているので、正直ゆっくり観光したりするのは厳しいです。ただしここ山口市はまだそこまで認知されていないのか、素敵な場所かなり多いんですけど、その割には観光客は少ないです。今回は宿泊はしていませんが、先ほどもお届けした湯田温泉なんかも含めて素敵な旅館も調べてみるとたくさんあったので、お世辞抜きで山口市おすすめです。個人的な感想としては、市街地もたくさんお店なんかもあって、めちゃくちゃ都会ってわけでもないですし、本当にバランスの取れたいい場所だなと感じました。これからこの先山を15分くらい登ったところにも綺麗な景色の見えるスポットがあると受付の方に教えていただいたので、せっかく来たということで運動がてら登ってみようと思います。運動といえばですが、昨年の12月から治療でかなりの量のステロイドを投与した関係で、ここ数ヶ月でかなり太ってしまいました。ステロイドパルス、毎回この治療をすると僕は一気に太ってしまうんですが、今回は治療期間も長かったので過去一太っています。今回一緒に旅行に行った先輩とは違うんですが、そんな太った僕を見た先輩がですね、さすがにそれはまずいよと、一緒にダイエットしましょうと言ってくださり、ありがたいことに罰ゲームまでつけてくれるということなので、ちょっと本気で痩せようかなと思っています。ただこれがダイエットとか筋トレっていうのが過去にもやってきたんですが、なかなか続かないんですよね。続かないの前に現時点でまず始まっていないので、あえて今回こうして動画でダイエットしますというのをお伝えさせていただきます。ダイエット期間と目標、そして目標を達成できなかった時の罰ゲームに関してはまた先輩と話して次の動画の時にでも話そうかなと思っているので、罰ゲームが何になるかも含めて楽しみにお待ちいただければと思います。先ほどの山登りも15分程度ということで、山登りって言っていいのかわからないレベルなんですけど、それでも今のこの太った体にはかなりきつかったです。今車で移動をまたしていますけれども、夜の瑠璃光寺のプロジェクションマッピングまで少し時間がありますので、大好きな温泉に入りに行きたいと思います。今回はこちら国の有形文化財にも登録されております。名勝山水園さんへとやってきました。市街地からも近くてアクセスも非常にいいんですが、それでも森林浴が楽しめるということで、しかも僕の大好きなサウナもあるので、この後ゆっくりと温泉に浸かって夜の瑠璃光寺のプロジェクションマッピングへ向かいたいと思います。さあ、大好きな温泉にも入れて、その後瑠璃光寺のこうして夜のプロジェクションマッピングへとやってきたんですが、
もう最高ですね。もともと僕はこういったプロジェクションマッピングであったりですとかイルミネーション系がかなり好きなのですごく楽しみにはしていたんですけど、正直そこまでは期待してませんでした。やっぱり僕もいろいろなところに足を運んで実際に綺麗なイルミネーションを見てるわけですから、まあ大したことないんじゃないかなと、内心ちょっと思ってたんですが、申し訳ありませんでした。山口県の方に謝りたいくらいめちゃくちゃ綺麗でした。ということで最後にこちらの素晴らしいプロジェクションマッピングをお届けして動画は終わりとなりますが、今回の山口市日帰り旅行いかがだったでしょうか。もともと山口県はかなり好きな場所で、たくさんのご縁もあり、歌ってみたこちらのシリーズが始まったきっかけもここ山口県でした。そんな大好きな山口県の県庁所在地であるここ山口市が、アメリカの高級日刊新聞紙ニューヨークタイムズが選出した2024年行くべき52カ所で世界3位に選ばれたということで、今回撮影に行ってきましたが、大満足の旅となりました。動画の途中でもお話ししましたが、きっと紅葉シーズンにはもっと素晴らしい景色が見れると思いますし、僕もまた遊びに行きたいと思います。まだ紹介はできていませんが、前に遊びに行ったところで言えば下関市にある唐戸市場なんかはもう海鮮好きにとってはたまらない場所で、本当に山口県の海鮮は非常に美味しいので、そういったところも含めて今後レコーディングとセットで山口県の深掘り企画をしていくかもしれません。少し前の動画でお話ししましたが、病気が悪化している関係で医師からこのままだとあと 2,3 年で寝たきりになる可能性が非常に高いと宣告されました。自分の体なんで悪化している実感はもちろんありましたが、そんな中で仕事も続けながら昨年から始めたこの YouTube 活動も収益化まであと一歩のところまでついに来ました。皆さんがチャンネル登録や高評価をしてくださり、いつもこうして視聴してくださるおかげでなんとかあと一歩というところまで来れました。ただまだ視聴者の8割以上の方がチャンネル登録されていない状況です。今後も引き続き頑張ってまいりますので、これを機にチャンネル登録と高評価のボタンを押していただいて応援していただければ嬉しいです。ぜひよろしくお願いいたします。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた来週。